はいどうも、キスケです。バージョン1.5雪氷のユームでは、自然属性の突撃オペレーターティフォロスの実装が決定しました。なので今回の動画では、限定星6オペレーターティフォロスの性能解説及びパーティー予想をやっていきます。突撃オペレーターということで、いろいろと制約の多いオペレーターですが、その分使いこなせれば超強いことでしょう。おすすめ武器の予想も合わせてやっていきますんでね。よければ最後まで見てってください。ティフォロスの性能で気になることがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それでは現状判明している性能を見ていきましょう。ティフォロスは自然属性の突撃オペレーターで、武器はアーツユニットです。で、ティフォロスを使う上で覚えておいてほしいのが、殺夜と啓示という2つのスタックです。殺夜は最大4スタックで長細くて青い方。啓示は最大8スタックで白くて丸い方。ティフォロスはこの2つのスタックを駆使してダメージを出していきます。まず戦技を発動すると、ティフォロスが浮遊状態に入り、最大5回の空中通常攻撃を発動できます。この空中通常攻撃はその名の通り、戦技ダメージではなく通常攻撃ダメージを参照している可能性があって、予告番組では空中攻撃の5段目で SP を回復している様子が見れます。もし空中攻撃が通常攻撃を参照するなら、装備で戦技ダメージを持っても意味がなくなるんで、その点は実装後に確認しないといけませんね。そしてこの空中攻撃を発動するときに殺夜を所持していると、殺夜を使用しながら攻撃できるようになります。この殺夜を使用しながら攻撃すると、空中攻撃を強化し、追加で自然爆発ダメージを与えます。自然爆発ダメージというのは、同じアーツ付着が重なった時に発生するダメージのことで、アーツ強度を盛ることで火力が伸びます。もしこの自然爆発ダメージが大きい場合は、装備でアーツ強度を盛る必要が出てきます。そしてもう一つのスタック、ケージについて。このケージというスタックは様々な方法で蓄積できます。まずは殺夜で攻撃したとき、殺夜1本につき1つのケージを獲得できます。そして空中攻撃の5段目。予告番組では殺夜を使用しない5段目でもケージを獲得していたんで、おそらく獲得できるでしょう。そして自然付着の回収。霊馬テインが重攻撃で灼熱付着を豪華に変換するのと同様、ティフォロスは空中攻撃で敵に付与した自然付着をケージに変換することができます。つまり殺夜を使用しながら自然付着が付与された敵を攻撃すると、一気に2つケージを獲得できるということです。そして最後、これは予告番組では触れられていなかったんですが、アーツ爆発を起こすことでもケージを1つ獲得できるかも。これはティフォロスの実戦パートで見られるんですけど、このシーン、奥義が連携技で自然付着を増やしたタイミング、自然付着が増えると同時にケージが1つ増えているのがわかりますよね。おそらくティフォロスの素質効果でアーツ爆発を起こすとケージプラス1みたいな能力があるんじゃないかなと思ってます。予告番組で確認できるケージの獲得方法は以上です。そしてケージの使い方。ケージを8スタック貯めるとティフォロスの連携技が発動可能になります。連携技を発動すると、所持しているケージを全て殺夜に変換し、敵に自然ダメージを与えます。さらに敵の周囲に野人を生成。野人内にいる敵は継続的に自然ダメージを受け、スロー効果を付与。同時に受ける自然爆発ダメージがアップします。自然爆発ダメージは殺夜を使用しながら空中攻撃すれば発動できましたよね。つまり連携技から戦技と動けばより多くダメージを稼げます。そしてケージを殺夜に変換するという部分。ケージ8スタックにつき殺夜が4本生成されるんで、ケージ2スタックにつき殺夜1本の計算ですかね。で、連携技は浮遊状態で連携技を発動すると空中攻撃をリセットするという効果まで存在してます。つまり殺夜とケージの数を調整すると、戦技で浮遊状態、殺夜を消費しながら空中攻撃を発動しケージを獲得、浮遊状態中に連携技を発動してケージを殺夜に変換、
ここで空中攻撃がリセットされるんで、再度空中攻撃5回。みたいな、空中攻撃から連携技、連携技から空中攻撃というコンボも可能となってます。これでまとまったダメージを叩き出せるんで、覚えておいて損はないでしょう。そして、殺矢の獲得方法。先ほど解説した通り、連携技を発動することで、ゲージを殺矢に変換するというのは分かったんですが、連携技以外にも必殺技で獲得できます。必殺技を発動すると、敵に大量の自然ダメージを与え、殺矢を2本獲得。さらにそのまま浮遊状態に入り、次の空中攻撃5回を強化します。強化した空中攻撃は、発動するとその場に矢の雨を降らせることが可能で、追加で高いダメージを与えます。言ってしまえば、戦技の強化版みたいな性能になってます。連携技を使わなくても殺矢を獲得できるんで非常に便利ですし、空中攻撃を強化してくれますからね。非常に強力。以上のことからティフォロスは、殺矢やケージを獲得しながら空中攻撃でダメージを出すメインアタッカーだということがわかります。それでは装備できる武器も見ていきましょう。最適はモチーフ武器の関野の影。代用は通行証武器の苦難の果てであると考えて、他に装備できる武器はないか考えてみます。選択肢としては2つで、星6武器の破壊ユニット、星5武器の術務あたりでしょうか。破壊ユニットの効果であるアーツ爆発が、殺矢を消費した時の自然爆発ダメージでも発動するなら選択肢に上がります。術務に関しては、アーツ強度を持ってあげて、殺矢を消費した時の自然爆発ダメージを強化する運用です。一応予告番組でティフォロスのメイン能力とサブ能力値が分かっているんですけど、サブ能力は意志です。なので意志アップの術務も選択肢に上がると思います。それではティフォロスで組めるパーティーを見ていきましょう。まず予告番組で紹介されていた編成、ティフォロス、奥義、アルデリア、リーノです。やはりと言いますか、奥義とリーノは相性がいいですよね。特に奥義は意志形態で使えば自然付着を簡単に増やせますし、リーノもリーノで不要なアーツ付着をすることもなく味方をサポートできます。予告番組の実践映像でも、意志形態の奥義が自然付着を増やして、その自然付着をティフォロスがケージに変換、ケージから殺矢に変換して大ダメージを与えるという動きをしていましたね。アルデリアの役目としては、連携技の腐食と戦技で腐食を消費して付与できるアーツ脆弱ですよね。腐食にすればリーノの連携技を発動できますし、アーツ脆弱はパーティー全員の火力を底上げできます。ただ一つネックなのが、アルデリアの連携技条件が何も付与されていない敵に重攻撃を命中させないと発動できないんで、割と考えてスキルを回さないと奥義の自然付着とかぶって連携技が発動できないみたいなことが起きるかもしれません。その点は注意しましょう。続いても予告番組で紹介されていたパーティー、ティフォロス、ギルベルタ、フローライト、ザイヒです。自然付着をフローライトの戦技、連携技、必殺技で付与してあげて、ギルベルタとザイヒの必殺技でティフォロスの火力を底上げするという使い方です。ただこの編成だとザイヒの戦技やギルベルタの連携技が発動できないんで、予告番組通り普段使いや周回ステージで活躍する編成なのかなと思ってます。映像だとフローライトの戦技、連携技、必殺技で一気に自然付着を増やして、さらにギルベルタとザイヒの必殺技で火力バフ、その後ティフォロスの空中攻撃で瞬殺してます。ボスではないにしろとんでもない速度で蹂躙してますよね。さすが突撃オペレーター。続いてリーノを持っていない場合の編成、ティフォロス、奥義、ペリカ、ギルベルタです。ティフォロスに必要な自然付着は意志形態の奥義に任せて、ペリカは連携技の関電で火力サポート、ギルベルタは連携技のクラッシュでブレイク値、必殺技のアーツ脆弱でサポートします。SP を使うのがティフォロスと奥義だけで、かつティフォロスは戦技から連携と動けば無料で SP を使わずに浮遊状態に入れるんで、余裕を持ってローテーションを回すことができます。ローテーションも非常に簡単で、奥義の戦技で自然付着、
連携技で自然付着の重ね掛け、その後ティフォロスの戦技を発動して浮遊状態、空中攻撃を5回発動して自然付着をケージに変換、空中攻撃の5段目が重攻撃として判定されるなら、そのタイミングでペリカの連携技、続けてギルベルタの連携技が発動します。消費 SP200 で一通り回りますから非常に簡単ですよね。火力の出し方としては、連携技でケージを殺矢に変換、戦技で浮遊状態に入って空中攻撃、浮遊状態中に必殺技を発動で殺矢を獲得しながら再度空中攻撃を5回みたいな感じです。それか、まず必殺技を発動で浮遊状態に入って空中攻撃5回、浮遊状態中に連携技でケージを殺矢に変換、そのまま浮遊状態が継続するんで殺矢を消費しながら空中攻撃5回ですかね。基本的な流れは、連携技か必殺技で浮遊状態をキープしながら合計10回の空中攻撃をお見舞いするという形です。そのローテーション中にギルベルタの必殺技を合わせてあげれば完璧ですよね。個人的には連携技から入った方が自然爆発ダメージアップがつく分火力が高そうなんですが、その辺の詳細は実装されてから確認したいと思います。続いて奥義とリーノを持っていない場合の編成、ティフォロス、プチエナ、ペリカ、ギルベルタです。プチエナは戦技で自然付着できるオペレーターで、さらに敵の攻撃を盾で受けることができます。しかも敵の衝撃を盾で受けることで一定量の SP 変換までついてきますから、そこそこ余裕を持ってローテーションは回せそう。ただプチエナだけに自然付着をお願いするのは厳しいかもしれないんで、ギルベルタの戦技も発動することになるかもしれません。あとは同じですよね。ダメージを出したい時にギルベルタの必殺技を発動してあげるだけ。重装オペレーターのプチエナがいる分、耐久力をしっかりと確保できます。最後は完全無課金で組めるパーティー。ティフォロス、プチエナ、フローライトを在費です。ペリカをフローライト、ギルベルタを在費に変更してます。ティフォロス以外は星6を採用していません。自然付着はプチエナとフローライト、火力の底上げは自然増幅を持っている在費に任せます。フローライトが採用されている分、自然付着が爆速で重なるんで、しっかりとティフォロスをサポートできると思います。さらに運が絡んでしまうんですけど、プチエナの必殺技で当たりを引くと敵にアーツ脆弱を付与できるんですよね。これ結構面白い能力なんですけど、運がいい人はさらに火力を伸ばせるということになります。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターティフォロスの性能解説及びパーティー予想でした。最適パーティーには奥義とリーノが必要になってくるんですけど、無料配布のプチエナとも相性がいいですし、在費とかフローライトとか優秀なオペレーターもいるんでね、無課金や美課金でも強く使えると思います。皆さんはティフォロスをどんなパーティーで使ってみたいですか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。